それでは次の道の駅の方に向かっていきます。もう次の道の駅はですね、ここから約7分ぐらいのところにあります。一本松公園だったと思いますけどね。ブルーライン沿いに2つ目の道の駅で、そこら辺からですね、下の方に降りていくと牛窓の方に行くことができたはずです。先ほどの道の駅は敷地広大で駐車場はすごく止めやすかったですね。瀬戸内海沿いの道の駅ということもありまして、かき小屋がありました。今日はランチやってて1500円ぐらいでカキフライ食べることができたんですけども、ちょっとカキフライをちょっと重たかったので食べたかったんですけど、ちょっとだけでよかったんですよね。で、道の駅の方にちょっと食べたいから売ってないかなと思ってカキフライ見に行ったんですけども、カキフライは売ってなかったですね。カキそのものは売ってました。美味しそうなカキが売ってました。1700円ぐらいしてましたかね。殻もついてたと思うんですけど、この辺りの道の駅は牡蠣好きの方にもおすすめですよね。ただ関西から来るとね、ここの岡山まで来なくても辰野とかの道の駅兵庫県あるんですけど、あっちの方でも牡蠣食べることができるんで、どっちがどうなんかは分かんないですけどね、美味しさっていうのは分かんないですけども、近い場所で食べるんだったら道の駅三津とか三津周辺のですねあたりにかき小屋はいっぱいありますので、そっちで食べるといいんじゃないかなと思います。S660 の道の駅シリーズでは牡蠣食べてないんですけども、道の駅三津に行った時に牡蠣尽くし1回食べてるんですけど、結構美味しかったので、ぜひぜひ行ってみてください。ドライブで来た時に寄ってみてたまたまみたいなのとか、岡山の方に来たいなと思ってて寄るのにはもう全然おすすめですけどね。ただ牡蠣だけじゃなくてレンコンコロッケも美味しかったですし、シャーベットも美味しかったので、ぜひ試してみてください。走りやすいブルーラインがですね続いていきます。はい、もう次の道の駅の看板が見えてきまして、道の駅一本松展望園ですね。ここもね確か行ってたと思うんですよね。もしかしたらこれは S660 の角道と被るかもしれないです。もう着いちゃった早い早い。道の駅一本松展望園 200m 左になってるんで、もう到着です。この信号左だったかな。左なんですよね。こっちは結構賑わってますかね。そうでもないか。
駐車場は結構空いてますか。向こうにも止めるんですけど、こっちに止めちゃいますか。ちょっとスポーツカーが空いてるんで、ちょっとこっち側に。道の駅一本松展望園の方に行ってきました。こちらの方ではですね、ちょっとオリジナル商品っていうわけにはいかなかったんですけども、まずは、この辺りに多分どこの道の駅でも置いてあるんですけども、こちらのですね、かき出し塩ですね、買ってきました。このシリーズよくあるんですけども、かき出し見たのがあんまりなかったので、これ1個買いました。これ料理に使うとね、とても美味しいです。そしてもう一つがですね、柿の種天ぷらです。これがですね、瀬戸内レモン味ということで、この瀬戸内市のですね、レモンを使った柿ピーですね。これもですね、せっかくこちらの方に来たので買ってみました。こちらの方が買ってきました瀬戸内レモン味の柿の種の天ぷらです。食べてみましょう。もう中身入ってるのかと思ってたんですけども、1個ずつですね、個包装されております。はい、もうこれですね、この柿の種が天ぷらになってるやつです。いただきましょう。想像以上にレモンの酸味がすごいです。美味しいね。小腹が空いた時もいいですし、お酒のおつまみにも最高だと思います。先ほどの道の駅でレンコンコロッケ食べたんですけども、レンコンがねすごく美味しかったので、レンコンを買ってしまいましたはい、これは生でガリガリいくわけにはいきませんので、また料理して食べようと思います。多分ね、レンコンすごく美味しいと思います。で、ここまで来たらですね、この近くに牛窓ありますので、牛窓の方に観光行ってみようと思います。道の駅が連続する区間になっておりますので、同じようなやっぱりものが
名物になってますね。カキフライですよね。ただ一本松展望園の方はオムライスがテレビで紹介されたっていうことで、なんか1日30食限定で美味しいらしいので、来たらですね、ぜひ試してみてください。先ほどの一本松展望園からオリーブ園の方はですね、牛窓のそんなに遠くなくて10分ぐらいでですね行くことができます。ちょっと僕が案内された道と違う方向に来てしまってるみたいなので、ちょっと遠回りしているようですが、今日の天気晴れ予報だったんですけどね、残念ながら曇ってきてしまって、トマト生産直売所を左に曲がってしばらく行くとですね、オリーブ園に到着します。牛窓オリーブ園です。
窓オリーブ園の方ではですね、こちらを買ってきまして、牛窓オリーブ園ではオリーブオイルを買うこともできますし、オリーブオイルに関連した商品が多数売っています。試食とかもできるんですけど、今回はですね、こちらのですねオリーブオイルのエキストラバージンオイルのシングルというやつを買ってみました。ブレンドとかいろんなのがあったんですけどね、今回はこれを選びました。そしてもう一つがですね、オリーブの実と葉っぱが入ったですねお塩ですね、こちらの方を選んで買ってきました。このような商品ですね、オリーブに関係する商品、化粧品とかも多数販売されていますので、牛窓のオリーブ園の方に行ったらですね、こちらの方をご覧になってみてはいかがでしょうか。じゃあ行きましょう。ここのホテルは眺めが良さそうでいいね。景色系やわ。混雑してなさそうだね。じゃあ行くかじゃあ行くか。ここ止めていいんやったっけ。いただきます。ではレモンから。あ、爽やか。超爽やか。こっちがミルク。濃厚。うまっ。これが、これが白桃。うまっ。これ正解なの？うん。桃の風味がすごい。お料理間違いないね。本当にうまい。うまい。これレモンピールやばいっすよ。めっちゃたくさん入ってます。このレモンの果汁感がマジでどう。ジェラートめちゃめちゃ美味しかったんですけど、やっぱりめちゃくちゃ寒かったですね。体が冷え切りました。今日は道の駅は2駅のみという感じでしたけども、道の駅とですね、ちょっとした観光と気軽に行ける範囲で行ってみました。